皆さんおはようございます。今日は、皆さんにご案内しているように、ラルボマン先生と奥様をお迎えしています。簡単にご紹介したいんですけれども、すでに手法には書いてあります。で、この教会が始まってですね、6年になります。で、最初の数年間はなかなか大変なところがあったんですけども、一つは同じやり方をしてたらすぐ他の同じようなやり方だったらすぐ限界にぶつかってしまうだろうなということを分かってたんですね。というのは大した能力もないので、私には。でその時に、いろんな本を読んでいく中でラルフモン先生の、何冊かの本に出会いました。そしてまたそこからラルフモン先生のメッセージを、YouTube で聞いたりとか、それからブログを読んだりとかしてですね、教会観が一番自分にフィットしたんですね。で一人の牧師を中心に教会を立て上げていこうとすることはすごく能力のある人だったらできるかもしれませんけれども、すぐに限界が来てしまうと思ったんです。でその時にラルフモン先生の書かれているものとかを少しずつ教会の中で実践していこうと思いました。それは大体3年ぐらい前でしょうか。でまずこの教会の中でスモールグループを始めるようになりました。で弟子作りを意識していくようになりました。自分自身ですごい抱えきれないので、それからまたミニチャーチのためにも祈り始めました。今町田の方で一つミニチャーチが始まっています。それからなるべくできる限り皆さんと時間を過ごしたいと思ってその努めています。でもまさかラルフマン先生と直接お会いできるようになるとは思っていませんでした。で昨年の、4月頃だったかな、SNS でつながっていたんですけども、ラルフ先生が短いメッセージを送ってですね、関東にあるラルフマン先生のお弟子さんたちの牧師先生方を紹介してくださって、で今私はそのグループに参加させていただいています。はい、で私はこのままお話ししていくと、メッセージになってしまいますので、早速ラルフ先生を拍手を持ってお迎えしたいと思います。ありがとうございます。Very happy to be with you today. 今日皆さんと僕が聖書をそっちにちょっと置いてきちゃったんで、カバンの中に入ってる聖書を持ってきた出た？できてないです。はい。これを譜面台をちょっと。おはようございます。おはようございます。Before we get started, I want to introduce the senior partner of our team here. 皆さんの前にこれだと本当に幸いに思います。This is my boss. ここにいるのがですね、私のボスのボスです。はい。
if you stay for the afternoon meeting, you will hear from her. で午後残っていただければルビー奥さんのルビーさんからもお話を聞けると思います。I'm very happy to be here. で皆さんと一緒に今日礼拝を過ごせることを本当に感謝しています。I'm always very happy to be in Japan. 日本にいること自体がですね、いつも私にとってワクワクすることなんです。But I'm happy to be in your church because I've been hearing good things for some time. またですね、教会に来て神様がなさっている良き宮沢を目にすることも本当に励まされます。You know, I've been teaching in Japan for many years how to do church. 教会をどのように形成していくかということについてですね、長年日本を訪れてお話ししてきました。Because I really believe that we need to build our faith and build our churches by relationships. 教会というのの一番大切な部分は関係です。Most churches in Japan that I encounter are trying to build off of programs. 多くの教会を訪ねていきましたけども、その中で、ですね、教会をプログラムのためにエネルギーを使っている教会が多くありました。It's an entirely different value set. If you want a program, people become spectators. If you build off a relationship, people become partners. プログラム中心に教会形成されていくときにですね、教会のメンバーというのは観客になってしまいます。So I'm very happy to be here just to see what's going on. で、この教会、皆さんとお会いできてですね、神様なさっている宮沢を見て本当に励まされています。We were talking upstairs a few moments ago. で何分か前に、3階にいてですね、And I asked your pastor, if we do a seminar next year, would you come and talk about your church and how things work in your church? Because 来年セミナーやるときに、幼児に話してくれないかと教会で今起こっていることについて。I think this church is a good example to other congregations in Japan. なぜなら今この教会で起こっていることは他の教会に対して良い模範になるからです。But I want to talk today about some people that I've grown to admire very much. 私がまた尊敬している人たちのことについてお話したいと思います。And I need to start out by asking you if you know who this person is, Chan Kan-san. チャンカンさんという人聞いたことありますか？ How many of you know of Chan チャ Kan-san? ンカンさんという人聞いたことありますか？ I think I'm all right. I thought they were smart people. 知らないですか？皆さん賢いと思ったんですけど。This man is the most recognizable face in the whole world. 世界でですね、最も有名な人です。If you showed a picture of Chan Kan-san and a picture of Donald Trump, more people would know Chan Kan-san than know Donald Trump. ドナルド・トランプ以上にですね、チャンカンさんの方が知られていると知ってます？ But none of you know Chan Kan-san? Oh, there is a problem here. Maybe you know him by his other name. 実はですね、他の名前が別名があるんですね。 It's his nickname. チャンカンさんというのはニックネームです。 It's Jackie Chan. Because he made so many kung fu movies, so many Chinese people in the world know him. And there are more Chinese people than anybody. ジャッキー・チャンはおそらくですね、カンフー映画いっぱい出演してきました。他のどの中国人よりも有名だと思います。By the way, did you know that God loves Chinese people more than he loves us? 皆さんですね、神様は私たち以上に中国人の愛していらっしゃるということを知っていらっしゃいますか？ And here's how we know that. で、このことでわかるんです。 It's because he made so many of them. で、なぜならば、たくさんそういった人たちを起こしているから。That was a joke. 冗談です。So, you all have heard of Jackie Chan. ともかくジャッキー・チェンといえば皆さんお分かりになると思いますが、 How many of you know of a man named Eugene Yen? ユージミエンと知ってますか？ No one knows. 誰も知らないですね。 But the whole world knows Jackie Chan. ジャッキー・チェンは知っています。 Jackie Chan was 5 years old. ジャッキー・チェンが5歳の時に He was kicked out of the school that he was attending, kindergarten. 幼稚園に行ってたわけですけども、幼稚園から追い出されてしまいました。 He was in trouble for misbehavior. いたずら小僧だったので先生が手を持て余してですね、出てしまったんです。 His parents gave up on him. でまた両親も彼を放棄してしまいました。 They were very poor. で貧しい家庭でした。 And to pay the money for him to go to this school was costing them money they didn't have. 学校に送るほどのお金も持ってなかったんです。 So they abandoned him to an orphanage. ですのでですね、彼をですね、
オファに、日本語は出てこなかったんですけど、親のいない子供を預かってくれるところに預けました。The orphanage was run by a man named Eugene Yen. ユージン・エンという人によって経営されている、場所でした。He took care of difficult young boys. でそこにはですね、たくさん親を持て余したあるいは親のいない子供たちが、来ていました。He became the father to Jackie Chan. で、ジャッキー・チェンのお父さんになったんですね。親になったんです。He taught these boys discipline. で、また子供たちをしつけました。He also taught them something called Hong Kong opera. また香港オペラを教えたんです。And Hong Kong opera is a Chinese name for something we know as doing stunts and tricks. ですね、曲芸ですね。伝統的な中国の曲芸を教えるようになりました。He taught Jackie Chan to do all those wonderful things that he can do. で、今彼はカンフーのアクションスターとして有名ですけども、そこから始まってるんです。So no one has ever heard of Eugene Yen. ユージン・エンという人のことについて、彼の、きっかけを作った人物については誰も知らないと思います。But everyone has heard of his disciple Jackie Chan. でも彼が弟子作りした、育てたですね、ジャッキー・チェンは世界中で、名の知れた、俳優です。Jackie Chan had numerous brothers in the orphanage. そしてジャッキー・チェンはでもですね、いっぱい自分の友達、兄弟たちがいたんですよ。They weren't real physical brothers, but they were brothers because they grew up together. 一緒に、もちろん血のつながった兄弟ではないですけど、一緒に育てられたという意味で兄弟です。Two of them also became quite famous. で、その中の2人もまた有名になりました。孤児院で一緒に育った2人も有名になりました。And you may know of one of them, his name is Jet Li. ジェットリーって知ってますでしょ？ So they were raised together. で、彼らは一緒に育てられたんです。You could say it this way. こういうふうに考えることができると思いますが、They were disciples of Eugene Yen. この2人はですね、超有名なこの2人はユージン・エンという一人の男性が作り上げたという弟子だったんです。Which brings me to another pairing of people. でまた他の人たちがいます。How many of you have heard of the Apostle Paul? 使徒パウロ知ってますか皆さん。知らなかったら問題ですけど。The whole world has heard of the Apostle Paul. クリスチャンなかったとしても、使徒パウロといえばですね、聖書の人物として広く知れ渡っています。And many sermons are taught every week で about the 毎週 Apostle 毎 Paul. 週教会でですね、パウロの、言葉から説教がなされているんです。各地の教会で。But not many talk about the person who discipled the Apostle Paul. でもですね、このパウロを弟子作りした人物についてあまり語られません。His name is Barnabas. バルナバです。And he is my favorite person in the Bible. で聖書の中で私が大好きな人物の一人です、バルナバは。If I want to be like anyone in the Bible, I want to be like Barnabas. で聖書にいっぱい有名な人物たちがいますけれども、一人選びなさいと言ったら私はバルナバを選びます。Now, his real name was Joseph. 彼の実名はですね、ヨセフでした。But he's always encouraging other people. でヨセフは、このヨセフと呼ばれるバルナバというヨセフはですね、いつも周囲の人たちを励ましていたんです。So he got a nickname. で、彼はあだ名が与えられました。The nickname was Son of Encouragement. 励ましの子、慰めの子という名前です。I want to be a son of encouragement. で私はですね、慰めの子、あるいは励ましの子でありたいといつも願っています。Now, I'm going to talk for 2.5 hours right now. 今、2時間半のメッセージはしません。That was a joke. But the whole sermon comes down to this one thing. でもですね、この私が今から語るメッセージは一つのポイントに集約することができます。I'm hoping that you will decide to become sons and daughters of encouragement. それはですね、皆さんお一人お一人が励ましの子、また慰めの子になることができますということです。And that you would learn lessons from the life of Barnabas that you could apply in your own life and your own relationships. でバルナバの生涯を学んでいくときに、彼のモデルとして私たち自身もそのような人物になることができます。So let's talk about Barnabas. バルナバについてちょっと考えてみましょう。We first meet Barnabas in Acts chapter 4. 使徒行伝の4章に彼が初めて登場します。 And he just tells us his name でそこに彼の名前書いてあるわけですが、 and his nickname. さっき言ったようにバルナバという名前で And it also 紹介 says されています。 that he is one of the apostles.
でバルナバもまた使徒たちと呼ばれる人々の一人でした。 The word apostle means one who is sent on a mission. 使徒という言葉の本来の意味は送り出された人という意味です。 I believe that God has called all of us to be sent on a mission. で私たちもですよ、例外なく、宣教の働きに使わされたものなんです。 We're all called to go into our own world and make disciples of others. なぜならば私たちはその使命が与えられているから、皆さんの送り出されているところがあって、そこで証しをするように召されているんです。 And I'm going to talk a little bit this afternoon about how you do that. 今日はですね、じゃあその使わされた先で私たちは何をするかについて一緒に学んでみたいと思いま But す。 for now, the lesson is that all of us are called, 私たちが全て、召されている目的があります。 and we would like to be like Barnabas. で私たちはバルナバのようになるように召されているんで We す。 want to be an encouragement to others. 他の人々を励ますものとして召されています。 The next time that we read about Barnabas is in Acts chapter 9. 次に私たちが目を落とすべき場所は使徒の働きの9章です。 The first time that we met him, he had some money and he gave it away to people who were poor, who were very poor. That encouraged them. 彼はですね、バルナバは自分の持っている、財産の中から貧しい人々に、経済的な支援をしているところが書かれています。 Now, several years have gone by, それから何年か経って、 and during this time, we don't read anything about Barnabas. でそれから、しばらくの間、バルナバのことについて一切聖書を記していません。 Which tells me something about Barnabas. でもうそこからもまた私たちが汲み取れることがありま He す。 was kind of an ordinary guy. というのは、バルナバというのは至って普通の人だったということです。 There's not a whole lot written in Scripture about Barnabas. でバルナバのことについて何度も言いますようにですね、聖書はそんなに触れていないんです。 And I think most of you are kind of ordinary people. で皆さんも多分普通の人でしょ。 And what that tells me is that what ordinary people can do what Barnabas did. でもし皆さん普通の人であるならば、バルナバも普通の人であったことを、バルナバもできたことをできるはずなんです。 Most of us could never say, I'm going to be like the Apostle Paul. 多くの人は私は使徒パウロのようになりたいというふうに、言う人がいます。 Or I'm going to be like Peter, stand up and preach and 3,000 people become Christians. あるいは3000人の前でメッセージを語ってたくさんの人が3000の人が救われた、そのようなペテロのような存在になりたいという人もいます。 I'm just too ordinary for that. でもですね、私はあまりにも普通なんです。平凡な人間です。 But I can be a quiet person. で私は、どちらかというと物静かな人間だと思います。 And apparently Barnabas was. でそれはですね、バルナバにも見受けられる性質です。 Now, during the time that's gone by in the book of Acts, it's several years, Saul of Tarsus was persecuting Christians. で聖書をね、読み進んでいくと、今度、パウロが救われる前、サウルという名前でしたけども、彼が教会を迫害していったシーンが出てきます。 And then he met Jesus in a very dramatic way. で劇的な方法で彼はイエス様と出会います。 He became a Christian. でクリスチャンになります。 He comes to Jerusalem. He wants to visit the apostles. でクリスチャンになった彼はエルサレムに行って他のリーダーたちに会おうとした。 But they don't trust him. でも、お分かりになっている彼は迫害者でしたので誰も会おうとしなかったんです。 They probably think he's coming to spy on them. こう思った人がいるかもしれませんね。このサウロはクリスチャンになったふりをして自分たちのスパイに来たんだと。 They refused to meet with him. ですからリーダーたちは会おうとしませんでした。 But then Barnabas comes to the rescue. でその出口のないパウロのところに助けに来たのがバルナバでした。 He brings Saul to the main apostles and tells them this is Saul's story. で彼が何をしたかというと、サウロをリーダーたちのところに連れて行って彼がどのような経験をして何をしたかを救われた何をしたかを証ししたんです。 This is how Saul was converted. このようにして彼は救われました。 This is the reality of Jesus in his life. イエス様は彼の生涯の中にあって本当に主になったんです。 You need to become friends with him. 皆さんはこの、サウロの友人になってください。 He's doing something any of us could do. そういうことって私たちにもできることではないですか？ But there's something else he did first. でもこのバルナバがまずやったことがありました。 He couldn't have introduced Saul to the apostles if he hadn't first reached out to become a friend to Saul. それは紹介
他の人たちに紹介する前にバルナバがこのサウロの友人になったということです。Now, almost no one in this room could do the things that Pastor Yoji does. 幼児がやるようなことを皆さん同じようにはできないかもしれません。He's very organized. 上手に教会をまとめているでしょうか。 He's very busy. また忙しく生活しています。 And I think he's very smart. でまた賢いって褒めてくださってますけども、賢いでしょうか。 I know also he's Japanese, so I'm embarrassing him by saying these things. こういうふうに、私に喋らせてるってことは私にとって多分恥ずかしいことだと思います。 We don't have to be like him. で、そんな優れてるとは思いませんけれども、みんな同じではないわけですね。誰か他の人のようになることはできません。 We can be like us. で私たちは自分は自分なんです。 We can be like Barnabas. 私たちはバルナバのようになることができま And す。 we can reach out and make friends. 他の人たちに手を差し伸べることができます。 And we can make friends with people who don't know Jesus. イエス様を知らない人たちの友人になることができます。 Because that's really where discipleship starts. でそれが弟子作りなんです。 But we're following Barnabas, so let's go a little further. でもう少しバルナバの歩みについて分かち合っていきたいと思います。 And we're in Acts chapter 11. 使徒の働きの11章に、And again, some period of time has gone by. で結構ですね、最初の頃から時間が経過しております。 Before Saul became a Christian, he was persecuting the church. さっきも言ったようにですね、サウルは迫害者でした。教会を迫害していました。 You read about that in Acts chapter 8. 使徒の働きの8章の中にそのことが書かれています。 And Acts chapter 8 says that because of the persecution of Saul, all except the apostles ran away from Jerusalem. このパウロが中心となった迫害の家にエルサレムにいたクリスチャンたち、弟子たちは使徒たちを除いてみんな逃げていってしまった。他の地方に逃げていってしまいました。 But everywhere they went telling people about Jesus. でも散らされていったクリスチャンたちは散らされていった先でイエス様の証しをしていたんです。 In Acts chapter 11, we find that some of them got to a place called Antioch in Syria. でその散らされていった先の一つはシリア地方にあったアンテオケでした。 Now, this is the place, Syria, that you hear about in the news almost every day. There's been a war going on in シリア Syria. のニュースってしょっちゅう聞きますでしょ。 It's the same country. 同じ国です。 And these people who get to Syria, they started church with Jewish people. で、この散らされていったクリスチャンたちはまずそこにいるユダヤ人たちに伝道していきました。 Because they were mistaken. They thought that Jesus only came for Jewish people. 彼らはですね、イエス様救い主はユダヤ人のためだけに来られたというそういう誤解をしていたんです。 Jesus had told them, go to all the nations with the gospel. でもどうでしたでしょうかね。イエス様は全世界に出て行って全ての国民に福音を述べ伝えなさいとおっしゃったでしょ。 But they thought the gospel was only for Jews. でもこの最初のユダヤ人の弟子たちは福音は自分たちのものだけに与えられているというふうに考えていました。 But some of these Jewish people reached out to their non-Jewish friends. ところがですね、そんな中であるユダヤ人の人々はユダヤ人以外の人々に対しても福音を伝えるようになってきました。 And the church was started for the rest of the people. そして教会はユダヤ人以外の民族や国民にもイエス・キリストの救いについて伝えていくようになっていったんです。 And the apostles back in Jerusalem, they didn't understand it. でもこのように起こっていたことに対してエルサレムにいる指導者、教会指導者、リーダーたちは理解しませんでした。 They thought that Jesus only came for Jews. で彼らもですね、イエス様は救い主はユダヤ人のためだけに来ていたと思い込んでいたんです。 They were a little confused. そこに誤解というか混乱がありました。 So they sent Barnabas to go check it out. で彼らはですね、バルナバに実際何が起こっているのを見てきてくれというふうに派遣したんです。 Now Barnabas was a Jew, でバルナバはユダヤ人です。 but he grew up among Gentile people. でもバルナバはですね、異邦人の中で育ったユダヤ人でした。 He's a cross-cultural person. 異文化に触れ、異文化のことを知っているクリスチャンでした。 I've come to really value cross-cultural people. で私はですね、このように、一つの文化だけでなくてさまざまな文化の中で、育ってきた人たちを大切にしています。 See, a person who grew up in one culture but is comfortable in another culture is able to be a bridge person. なぜならばそういった人たち、両方の文化あるいは複数の文化を知っている人たちは橋渡しができるから。Now, Barnabas is a bridge person.
そういった意味でバルナバは、橋渡し役としての働きをしたんです。He's comfortable with Jews, he's comfortable with Gentiles. ユダヤ人の中で生まれて、そして違法人の中で育った彼でした。When I am visiting churches, I'm always looking for bridge people. で、教会を訪れるときにいつもですね、橋渡し役をしてくれる人々を探すんです。I see some here today. で、この中にもいると思うんですよ。There's some Hakujin. 向こうに白人の、多分アメリカ人の方がいると思います。 They look like me. で、私のように見えます。I see somebody who is African American. それからアフリカンアメリカの彼がいます。He comes from a place called Chicago. Chicago is almost like a different country from the rest of the 私も world. ですね、シカゴっていうのはアメリカの中にある全く別な国のように考えます。 Daniel comes from Indian background. それからダニエルはインドから来ます。There is a one Mongolian there. That's right. From where? Mongolia. Mongolia. Oh, 5 times I've been to Ulaanbaatar. Oh, really? I love Mongolia. Thank you. So, this church is very well positioned to maybe start some other churches. でこの教会というのは多分ですね、もう一つ新しい教会を作っていく力があると思います。Because that's what's happened here in Acts chapter 11. なぜならば、使徒の11章の中でそういったことが起こっているから。The church got started by some bridge people. 教会というのはその橋渡しを訳する人々にとって始まっているんです。So the apostles send a bridge person to check it out, see if it's okay. エルサレムにいる人たちはバルナバを送って、そこで起こっていることは本当に正しいことなのか調べてきてくれと言いました。So he tells the apostles, yes, it's good. 本当に良いことが起こっているんです。But then he stayed there with those people で、そこにとどまって、 and he encouraged them. で彼らを励ましました。 This is what Barnabas does. He encourages people. で、バルナバはその出かけていく先によってそこにいる人々を励ましていったんで This す。 is what we're called to do, to encourage で、 them. そういう目的のために私たちは召されています。 And then we read about Barnabas again. で、バルナバについても少し読み進んでいきましょう。 And it says that because of him, many people were brought to the Lord. で、このバルナバの働きによってですね、たくさんの人々が、救われました。 But then Barnabas gets an idea. で、バルナバはこう考えたんです。 Saul has value. ソウルにはきっと役割がある。I need to find Saul. で、ソウルを探さなきゃ。 He could help us here in Antioch. で、彼をここに連れてこよう。 So apparently the apostles, even though they accepted him as a friend, didn't see value in him. 人たちはですね、バルナバの仲介によってサウロを受け入れました。後にパウロになりました。でも、パウロがどんな可能性を持っているかには気がつかなかったんです。 So Barnabas sees something that other people can't see. バルナバはですね、他の人々が気がつかない賜物を見出す、そういう能力のあった人でした。 I have a friend who talks about this. He uses English characters to describe something. 英語のなんですか、いろいろな性質を表すことが得意な人がいます、友人に。He uses the letter I, English letter I. 目。はい。 No, I. はい、私ですね。He uses the letter C, それから、ごめんなさい、彼女は C ですね、C。 the letter N. それから N。アルファベットの I とえアルファベットのちょっと助けてください。アルファベットの I とその後に C と N っていう言葉。 OK。 So I, C, N, and then U. I, C, N, and U。 Right? So what he's really saying is I see in you. I see in you。 I see value in you. I see in you。あなたの中に価値がありますよ、役割がありますよってそういう意味です。 I see potential in you. あなたの中には豊かな可能性がありますよ。 I see God in you. あなたの中に神様が住んでおられますよ。 I see love in you. あなたのうちに愛がありますよ。 I see grace in you. あなたのうちに恵みがありますよ。 See, the encourager is able to see things in other people that some people miss. 他の人たちは気がつかない価値をその人たち、皆さん周りの方たちの中に見出すということは自分も励まされるし、その人も励まされます。 And Barnabas sees this in Saul. バルナバはこういったことにすごく長けた人だったんです。 So he brings him to Antioch. そしてバルナバはサウロをですね、アンテオケに連れてきました。So
So in Acts chapter 11, it says that he brought them there and they stayed for a whole year teaching lots of people. 使徒の11章の中でですね、バルナバとサウルは1年とどまって人々を教えました。So what the apostles in Jerusalem didn't see in Saul, Barnabas did see in Saul, and the result is many, many people come to the Lord. エルサレムのリーダーたちは、サウロの中に、パウロの中にある役割や能力について気がつかなかった。しかしバルナバは気がついて連れてきたんですね。その結果、たくさんの実が結ばれました。So Saul had ability that Barnabas didn't. サウルはバルナバが見出した人だったんです。Barnabas is in the church in Antioch. バルナバはアンテオコの教会にいました。People are encouraged. 人々は励まされました。He brings Saul to the church in Antioch, and many people come to Jesus. それからですね、サウルを連れてきた後にですね、その結果、たくさんの人が救われるようになった。See these relationships, we need each other. そのような関係を私たちは必要としています。And then we read a little bit more, でもうちょっと読み進んでいくと、and we find that there's a time that people are having a prayer meeting. で祈りの場面が出てきます。クリスチャンたちが集まって祈っている場面。And it's a very interesting prayer meeting. でこの祈りの集まりはすごく特別な集まりでした。Because there are a lot of rich people involved here. なぜならば、この祈り会の中にはですね、たくさんの橋渡し役になる人たちが参加していたから。There's Barnabas, who's a Jew who grew up in a Gentile country. バルナバは異邦人の中で育ったユダヤ人でした。There's Simeon, who's called the black man, シメオンは黒人でした。which means he's an African. アフリカ人だったでしょ There's Lucius from Cyrene, he's a Gentile. う。ルシアスはシリアから来た異邦人でした。 There is Manaen, who is a childhood friend of King Herod. またヘロデの親戚にあたる人も来ていました。 He's a Jew, but if he was a friend of the king, he'd be a rich person. 王様の親族でしたからきっとお金持ちの人だったと思います。 And how many of you know that most of us ordinary people are really rich persons, like a person from a whole other culture? そのようなお金持ちのお友達の皆さんにいらっしゃるでしょうか。 So God uses these people who are from different cultures and He mixes them together. お金があろうがなかろうが神様はですね、この橋渡しになる人たちを用いてくださるんです。 And then there's Saul. でサウルはどうだったでしょう He was also a Jew, か。で彼もユダヤ人でした。 but he grew up in a Gentile country. In で Tarsus. 彼もタルソという異邦人の多くいるところで育ちました。 And so while they're praying, the Lord speaks to them and says, I have a special job for Barnabas and Saul. 彼らが祈っている時にですね、神様は直接サウロとバルナバに特別な役割があるということを教えたんです。 This is the first time that there's an organized mission trip in the Bible. ここからですね、聖書の中で組織化された伝道の働きが始まっていきます。 Now, here's what we know about Saul. でサウロについて知ることのできることが他にもありま He す。 was a tough guy. 彼はですね、すごく、強い人でした。 He starts out by persecuting Christians. なぜならばクリスチャンたちをそもそも迫害していた迫害者でしたか Then ら、 he becomes a Christian. クリスチャンになった後に He's very bold. ものすごく大胆な人物で勇敢な人物でした。 He's not shy at all. 決して恥ずかしがり屋ではなかったですね。 And he's very confrontational. それからまた対決するタイプの人間でした。 He's kind of pushy. あるいは強引なところも多分あったと思うんです。 Here's Barnabas. でバルナバはどうだったでしょ He's real nice. う。彼はとても親切な人物だった。 He's an encourager. 彼は励まし手です。 He builds friendships. それから友人を作るのが上手な人でした。 So God makes a team out of the two of them. その2人がチームになったんです。 And he sends them on a mission. そして一つの目的のために使わされました。 And they have great success. で、その宣教の働きの結果、ものすごく成功をもたらしました。 And they go to these various cities and many people come to Jesus. たくさんの町々を訪れて多くの人々が救われました。 And then they have some conflict with the apostles in Jerusalem. でその結果というのは意外なことにエルサレムにいる指導者たちとの間にですね、問題が起こったんです。 And the conflict is this, that they're teaching you don't have to obey religious laws, you just have to have a relationship with Jesus. その問題の中心にあったのは律法に関することで、バルナバとサウロは異邦人たちを訪れて旧約聖書の律法には従わなくてもあなたたちは救われるんですよということを教えていたから。
And so there's some people upset by this. Some religious people are upset by this. でところがエルサレムのユダヤ人指導者たちは律法を大切にしていたんです。So they go to the apostles in Jerusalem and say, "Tell us, is this right or not? Do we need the religious laws or do we just need Jesus?" でここで会議があったわけですけども、この会議の中心的なテーマは異邦人も律法に従うべきかどうかということでした。And of course, the apostles say, "You only need Jesus." でもちろん人たちはイエス様だけを信じればただそれだけで救われるんですよというふうに、信じている。This is very interesting to me when I think of Japan. で日本について考えるときに、I've been coming to Japan since about 1987. 日本に来始めたのが1987年でした。And I went and looked at my passport and I counted all the stamps. I've been in this country more than 80 times. でパスポートも多分たくさん新しくなっていたんでしょう。大体80回ぐらいの入管のハンコが押しております。But when I first came to Japan, everything was about keeping religious rules. で私が日本に来た当時といつも宗教的な規則についてばかり聞かされていました。And my message to the churches was always, you need to love people, you need to love people. で私が教会で語る機会を与えられるときにいつも言ってた人々愛さなきゃダメですよ、愛さなければいけませんよということだけでした。And many of those churches would just remain the same, very religious, very rules oriented, and they died. 多くのたくさんの教会行ったんですけども、そこで強調されたこれに使用しなきゃいけない、これに従わなきゃいけないということばかりで、やがてそういった教会というのはなくなってしまいました。But God has lifted up a whole new generation of churches and pastors. でもですね、時間が経つにつれて新しい教会が生まれて、新しいリーダーたちが生まれてきました。Churches like this one are thriving. このような教会、お互い愛する教会というのは、繁栄していきます。So Saul and Barnabas, now Saul's name is now changed to Paul, and Paul and Barnabas go to Jerusalem and they get this thing sorted out, and then they come back to Antioch and they decide, let's go on another missionary trip. サウロとバルナバは出かけていってですね、それから今までやっていた仕事をまとめて、また次の旅に出かけようとしました。And then the scripture ends with one little sentence. Barnabas agreed to go on the trip, and he wanted to bring along John Mark. ところがですね、この旅に出かけようとした時にですね、こういったことがあるんですね。バルナバの方はマルコを連れて行こうとした。しかし、パウロは反対したんです。Now, John Mark had gone on the first trip with him. で、ジョン・マルコは、ヨハネ・マルコは最初の旅行には2人と一緒についていった。 He went as far as the first city, 最初の町まで。and then he left. でもですね、理由は書いてないですけども、彼は控えしてしまう。He backed out. ずっと最後までやり遂げないで途中で帰ってしまったんです。若い弟子である、ヨハネ・マルコは。Some scholars think he was homesick for his mama. で、お母さん、お家が懐かしくなって、ホームシックになってしまったという人もいます。And so he ran away from them. で、ともかく2人の先輩を残して、マルコだけが帰ってしまった。最初の旅行で。Which now causes a problem. で、それがパウロとバルナバの、問題になったわけです。Because Paul doesn't want to take him. パウロはもうこんなマルコは連れてきてたくないという言ったんですが、It says Paul disagreed strongly because John Mark had deserted them. バルナバはともかく連れて行こうと言った。しかし、パウロはですね、こんな人物を連れて行くわけにはいかないというふうにそこで議論になった。And Barnabas and Paul get into a fight. でそこでですね、大変な議論になったというふうに書いてあります。And it's such a bad fight that they end their friendship. で、友人関係もそこで終わるほどの喧嘩になってしまいました。Paul chooses a man named Silas and goes on a missionary trip. パウロはそのままですね、他のもう一人の若者を連れて出かけていった。And the rest of the book of Acts tells the story of Paul's life. でここからはですね、ほとんどパウロの、旅についてですね、パウロの働きについてしか聖書は記していません。Barnabas takes John Mark with him and goes on a different missionary trip. それからバルナバはパウロの嫌った、ヨハネ・マルコを連れて別な旅に出てきました。And you never hear about John Mark again, or about Barnabas again in the Bible. これ以降はですね、聖書はバルナバがどのような働きをしたかについて一切語ってないんです。And I've heard many people say that he made a mistake, he did a wrong thing, and God couldn't use him anymore.
多くの、学者や牧者はこういうんですね。バルナバは神様の御心に、背いてしまったので、聖書は彼の働きについて触れていないんだ。But think about this. でもうちょっと考えてみましょうよ。Think about how strong Paul was. で、さっきも言ったように、パウロは非常に強い人物でした。Barnabas knew him well. バルナバというのはもう柔和な人物でした。But Barnabas also knew him when everybody else rejected him. バルナバは、誰も受けようとしなかったパウロを引き受けたんです。Barnabas could see value in Paul when no one else could. 誰も友達になって受け入れようとしなかった時にバルナバが友となってパウロを受け入れたんです。Now, Barnabas sees something in John Mark that Paul doesn't. こう考えるとどうでしょうか。ヨハネ・マルコの中にパウロが見出せなかった可能性をバルナバは見出すことができたんです。He has to make a decision. それが違った決断になりました。I have to choose between my friendship with a strong man and a friendship with a man that I think I see something good in. でバルナバにとってはですね、こういう決断になってですね、もう素晴らしい働きをしている立派なパウロとの関係を維持するか、それともまだ未熟な可能性も見えていない青年を選ぶかと、そういう彼にとっては決断だったんです。So he does for John Mark exactly what he did for Paul before. バルナバがヨハネ・マルコに対してした行為というのは、かつて彼がパウロにして取った態度と全く同じことをしたわけです。He chooses to befriend him. このまだ未完成で未熟なヨハネ・パウロを選んで To build a relationship, 関係を築いて to encourage him, 励まして to support him, 支えて and to teach him. 教えたんです。 And you never hear about Barnabas again. でそれ以降は決してこのヨハネ・マルコは、バルナバから離れることはありませんでした。 But you do hear about John Mark. ヨハネの、マルコについてはこの聖書は語っています。 Because Mark wrote the Gospel of Mark. なぜならマルコがこのヨハネの4つの福音書の中に1つを書いた著者だから。 And here's what we know about the Gospel of Mark. ヨハネの福音書じゃない、マルコの福音書について皆さんご存知のことありますか？ It's the first Gospel that was ever written. 4福音書の中の最初の福音書なんです。 Now, when Jesus was teaching in Jerusalem, Mark was a young boy. イエス様がエルサレムでご自身が教えられた時はマルコは小さな子供でした。 He didn't travel with Jesus. イエス様と共に旅をしていたとは記されていません。 But he was the first one to write down the history of what Jesus did. でも彼がですね、イエス様の生涯について書いた最初の人物だったんです。 Matthew had traveled with Jesus. マタイはイエス様と共に旅をしました。 If you read the Gospel of Mark and then you read Matthew, you realize Mark wrote it and then Matthew expanded it. この2つのね、福音書を比べると、マルコが先に書かれたんですよ。マタイの福音書はそれに追って書かれたんですが、マタイはマルコの福音書を元にしてマタイの福音書を書いていることが分かります。Now think about this. でこのことを考えると、 If we didn't have Barnabas, we wouldn't have Paul. もし私たちが、もしバルナバがそこにいなかったら、パウロはいなかったんです。If we didn't have Barnabas, we wouldn't have all the epistles of Paul. もしバルナバが仲介をしなければ、パウロを書いたすべての書簡はなかったということになります。 If we didn't have Barnabas, we wouldn't have John Mark. もしバルナバがいなかったらば、マルコの福音書は書かれていなかったんですね。And we wouldn't have the Gospel of Mark. また、マルコの福音書もなかったでしょ Now here's something to think about. う。で、そう考えてみると、If we didn't have the first Gospel, would we have the second one? で、マルコの福音書は最初の福音書がなかったとするならば、You know, I have in my pocket a Samsung Galaxy. でここにですね、サムソンギャラクシーの、スマホを持っています。 I love it. 大好きなんですけども、I used to have one of those other Antichrist phones. 以前はですね、反キリストの、iPhone のことでしょう。iPhone の、を使っておりました。I like my Galaxy a lot. 私はですね、今使っているギャラクシーが大好きです。And Samsung now makes more phones than Apple. でもiPhone がなければサムソンではなかったんです。But I have to say this. でもこのことを皆さんにお伝えしたいんですが、
If there wasn't a Steve Jobs, there would never be a Samsung Galaxy. サムソンギャラクシーっていうのは韓国の会社ですけども、これは iPhone をモデルにして作られています。ですからスティーブ・ジョブズが iPhone を作らなければサムソンギャラクシーもなかったということになります。If there wasn't a Barnabas, there wouldn't be a John Mark. そう同じことが言えるわけですね。バルナバがいなければヨハネ・マルコが登場する役割を果たす機会が与えなかった。そうであるならばマルコの福音書もなかったということです。If there wasn't a John Mark, there might not have been a Gospel of Matthew. で、マルコの福音書が書かれなければマタイの福音書も書かれなかったでありましょう。Now, what am I trying to say? 私が今皆さんに伝えようとしているのは、 Barnabas is kind of an ordinary guy. バルナバは至って普通の人だったんです。 There's no evidence that he's a great preacher. で、ここ読んでるとすごく素晴らしい説教者だということは一つも書かれていません。 He does have strong character. 強い一つの性格を持っていました。 Because he's willing to stand up for what he believes in. それは信じたことに対して忠実であったんですね。 But above all, he builds relationships. ヨハネ・マルコという若い青年を選んだことに対してあくまでも彼はそれをやり遂げたんです。 He encourages people. 人々を励まし続けました。 And he shares what he knows about Jesus. イエス様について知っていることを分かち合い続けました。 So here's what I'm trying to say to you. 皆さんに伝えたいのは、 All of us can be 私たち Barnabas. みんなバルナバになることができるんです。 All of us need to commit to be a Barnabas. そしてまたそうなろうとしなければいけません。 We worry a lot that most of Japan doesn't know Jesus. 日本全体を見渡すときにですね、イエス様を知らない人たちがたくさんいるわけです。 What are we going to do about that? どうしますか？ I think what we need to do is make a lot of friends with people who don't know Jesus. イエス様を知らない方たちとたくさん友達になっていかなきゃいけないと思いませんか？ In America, we have this big issue right now over homosexuality. アメリカではですね、今同性愛についてが大きな社会問題になっています。 And a lot of Christians are very upset with homosexuals. The whole homosexual movement thinks that Christians hate them. It's very crazy. アメリカではですね、この同性愛の運動が起こっていく中で、キリスト教会というのは全般的にそれが反発して憎んでいます。 I actually had a period of time when some people, when I lived in Honolulu, wanted me to lead the crusade against homosexuality. そして、ホノルルにいた時には、そこでですね、同性愛に対する反対の、プラカードを掲げたような運動をしている人々を見かけました。 That's not going to change anything. 仮にそうしたとしても何も変わらないんですね。 Homosexual people, they need Jesus. 彼らが同性愛者たちが必要としているのはイエス・キリストです。 So here's what my wife and I decided to do instead. で、私と妻のルビーがしようと思ったことがありました。 We'll make friends with some homosexual people. で、この同性愛者の人たちと友達になろ We'll encourage them. う。で、励ましてあげよう。 And over time, we'll introduce them to Jesus. そしてその友人関係を築いていくことでイエス様につなげていこうと思ったんです。 We have a friend right now that we've been with for about maybe 16 months? 16 months. はい、6月1年半ぐらいでしょうか。16ヶ月の間友達になっている人がいます。 All we do is the two of us go to lunch with him once a month. でこの一人の友人と同性愛者の一人の友人と1ヶ月に一度食事に行くんです。 And we build a friendship. そして、友人関係を作っています。 And a lot of times we talk about Jesus. で、テーブル挟んでですね、お友達イエス様のことをたくさん話すんです。 And a lot of times we talk about politics. それからまた聖書のことも話します。 And we hear why he hates Donald Trump. 私はですね、彼がどうしてドナルド・トランプが大嫌いなのか分かるんです。 And we hear why he hates organized religion. それから組織化された宗教がどうして彼が嫌いなのかも理解できます。 And sometimes he gets really angry. で、語っている時にですね、彼は怒り出します。 And we just listen. でも耳を傾けて聞くんです。 And sometimes we pray with him. で、祈ります。 And a lot of times we encourage him. He's going で、 through 愛し something. てですね、励ますんです。 He loves my wife to pieces. そして彼はですね、私の妻であるルリが大好きなんです。 We're building a friendship 友人関係を立て上げています。 with a person who needs to know Jesus. なぜならば、彼をですね、また同性愛者たちはイエス様を必要としているか Any of us and all of us can be like Barnabas. ら。私たちはですね、そのような心を持ったバルナバになっていかなければいけない。
Now I want you to do something for me. 皆さんにお願いがあるんですが、 If you have a pen and a piece of paper, I want you to write something. 皆さんペンと何か書くものをお持ちであればちょっと取り出していただけますか。 If not, I just want you to put it in your phone, someplace where you keep notes in your phone. もしそれがなければスマホでもいいのでそこに書き取ってください。And I'd like you to write the name of one person that you know who doesn't know Jesus, who needs your encouragement in their life. 一人でいいですので、あなたが知っている方で、あなたの励ましを必要としているクリスチャンじゃない方ですよ。方で、あなたからイエス様のことを聞く必要のある人をお一人名前を書いてください。They may be a neighbor, they may be somebody that you work with, they may be somebody you don't like. お隣に住んでいる方、あるいは友達かもしれないし、あなたが嫌いな方かもしれません。 So just write their name. 名前を書いてください。 And then after you write their name, we're going to do two things. でそれをお名前を書かれたらば2つのことをしてほしいです。The first thing is we're going to pray. 最初は祈ってください。 But keep your pen handy. ペンを置いてちょっとお祈りいたしましょ Father in heaven, we worship you う。父なる神様、あなたをお願いします。 and we worship you with our lives. 私たちの生涯をあなたにお捧げして、そのように礼拝します。 We pray for the people whose names we've written here. 今書いたその名前の友人のために、知人のために祈ります。 We pray that you would open doors for us to build friendships. どうか扉を開いて私がこの人の友人になることができるよ And you would show us where we can be an encouragement to these people. うに。どうしたら励ますことができるか教えてください。 And through that encouragement that we could one day help them to know Jesus. その友人関係を通していつかこの人がイエス様あなたを知ることができるように。 Thank you for hearing this prayer. この祈りを聞いてくださったことありがとうございます。 In Jesus' name. イエス様の名前にお願いします。Here's the third thing I want you to do. 2つ目のことです。 I want you to write down もう一度ペンを取って書いてください。 where you're going to meet this person. どこでこの人に会うかを。 Maybe it's a coffee shop. カフェショップかもしれません。 Maybe it's a lunchroom at work. あるいは職場の、食堂かもしれません。 Maybe you're going to play baseball together. I don't. あるいは野球をしている外ですね、草野球をしているそういったところで会うかもしれません。 But write down, I'm going to try to meet this person in this place. So that this isn't just something we do in church. This is something that we say, I'm going to do this outside of church. 教会の中でのことではなくて、教会の外で皆さんが今書かれたこの人にどうやって会えるのか、それを書いていただきたい。 Remember, Barnabas reached out to Saul and brought him to the apostles. バルナバはサウロのいるところに出かけていって、で彼をリーダーたちのところに連れてきました。 So write down where you're going to meet this person. でこの人とどこで会うかを書いてください。 And I'm finished preaching. Thank you very much. 今、その祈りを終えたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。